ようこそ骨圧鉄道チャンネルへ。神田駅周辺や秋葉原の電気街の線路沿いを歩いていると、地上から上野に向かうトンネルへと進む新幹線の高架上に上野東京ラインの電車が走行している光景を見られます。この上野東京ラインと新幹線の位置関係ですが、東京駅発車時点では在来線のホームと比較して新幹線のホームがわずかに上にあるにもかかわらず、秋葉原駅付近で新幹線が地下に潜るということを考慮しても、神田秋葉原間では上野東京ラインの方が高い位置を走行し、当然ですがその前後の場所は急な勾配になってしまいます。これについて不思議だと思った方、もしかしたらいらっしゃるのではないでしょうか。この二重高架になっている区間ですが、大都会東京の中心部にありながら山岳区間並みの急勾配となっており、一部鉄道ファンからは神田峠とも呼ばれるほどになっています。ところでどうしてこのような神田峠を伴う重層高架構造の線路ができてしまったのでしょうか。今回の動画では上野東京ラインの神田峠と二重高架区間について、なぜこのようなものができたのかを解説・考察していきましょう。それでは本編へどうぞ。上野東京ラインの概要。上野東京ラインは建設時に東北縦貫線として事業が進められた東北本線の上野駅と東海道線の東京駅の間を直結する2015年に供用を開始した東北本線の新たな列車線を経由して、それまで上野止まりだった宇都宮線、高崎線、常磐線と、それまで東京止まりだった東海道線の列車を結合し、それぞれの間で直通運転をする運転系統のことを言います。なお宇都宮線という路線は JR 線では正式路線名称としてはなく、東北本線の上野、宇都宮、黒磯間に付けられた愛称です。しかしこの区間の東北本線は宇都宮線の愛称が広く普及しており、現在は東北本線や東北線の名称より宇都宮線の名称がよく使われます。今回の動画では東北本線と宇都宮線の名称について、時代背景などから適時最適な名称を使い分ける方策を取りますが、両者はほぼ同じ路線を指すことをあらかじめご理解ください。ちなみに上野東京ラインという名称も当然ですが、以前から運転している似た名称の湘南新宿ライン同様、正式な路線名ではなくあくまでも愛称となります。ところで上野東京ラインの開業以前、宇都宮線、高崎線、常磐線はそれまで上野止まりであり、秋葉原、東京、新橋方面へ向かう多くの乗客が上野で山手線や京浜東北線への乗り換えを強いられていました。結果山手線外回り電車と京浜東北線南港電車について、上野・御徒町間における朝ラッシュピーク時間帯の混雑率は 200% 近くを記録。山手線外回り、京浜東北線南港のこの区間は日本でもトップクラスの混雑区間となってしまっていたのです。この混雑解消を一つの目的として東北縦貫線計画はスタート。2008年から2014年にかけて工事が進められ、翌2015年3月14日に無事開業を果たしました。これにより宇都宮線、高崎線を走る列車の多くが上野、東京を越えて東海道線の横浜、平塚、小田原方面、最長で静岡県の沼津や伊東まで直行するようになりました。また常磐線については宇都宮線、高崎線、東海道線と違い、使用車両がグリーン車のついていない E231 系0番台や高直流電車で製造コストが高額な E531 系であることや、上野駅での平面交差支障などの問題が生じる影響で、多数の列車が直通する宇都宮線、高崎線、東海道線と異なり、本数こそかなり限られてしまうのですが、千葉県北西部や茨城県南部及び中部と結ばれるだけでなく、茨城県北部、福島県浜通り地方、仙台方面からの特急列車も含めて品川まで運行されるようになっております。これにより2014年に混雑率 199% を記録した山手線の上野・御徒町間の混雑率は 163% にまで減少するなど、山手線、京浜東北線の混雑緩和に大きな効果を発揮しています。
さらに今後は羽田空港アクセス線との直結も構想されており、北関東各地から羽田空港への空港連絡鉄道としての役割も期待されています。なお上野東京ラインの開業についてですが、東海道線側においては主に小旅行の際などに進化を発揮し、大宮、宇都宮、高崎方面へ行きやすくなった点がメリットにあります。しかし日々の通勤輸送という観点で見てみると、開業後も多くの乗客が品川、新橋、東京で降りる旅客流動の関係上、正直言ってあまりメリットがないかもしれません。ですが JR 東日本の経営効率的な意味としては、東海道線側でも大きな意義を果たした開業となっております。東海道線の車両基地は以前から主に郊外側の神津車両センターと都心側の田町車両センターの2拠点体制としており、これにプラスする形で茅ヶ崎に隣接する旧茅ヶ崎運輸区、現在の湘南相模統括センターの留置線部分や、平塚、小田原、早川、木の宮、伊東の各駅に隣接する留置線、さらに JR 東海管内の東海道線沼津駅に隣接する JR 東海静岡支社の沼津運輸区などを補完的に使用しているのですが、これに加えて都心に近い地域では奥車両センター、大宮総合車両センター、東大宮センターなどを使用でき、さらに北関東方面郊外地域では小山車両センター、高崎車両センター、樺原派出所、宇都宮統括センターなど、宇都宮線、高崎線方面の車両基地も利用できるようになり、都心の一等地になった場所にありながらも、車両基地容量確保のために有効利用できなかった田町車両センターの一部敷地を再開発できるようになりました。実際に上野東京ラインの開業に先立つ2013年3月ダイヤ改正で、使用車両を既存の神津車両センターや大宮総合車両センター、東大宮センターに転属させる形にて、田町車両センターは組織としては廃止、改組となり、東京総合車両センター田町センターとして改組され、後に東京総合車両センター田町派出所となっております。そして田町車両センターの改組による廃止と縮小によって、東京ドームおよそ2個分に匹敵する 9.5 ヘクタールほどの用地を捻出。その用地を使って JR 東日本はグローバルゲートウェイ品川という名目で再開発プロジェクトを始動させ、2020年3月14日に再開発エリアに位置する駅として高輪ゲートウェイ駅が山手線、京浜東北線の駅として開業しました。その後この再開発エリアは高輪ゲートウェイシティと名付けられ、2025年の街開きを目指して現在も工事が進んでいます。なおこの高輪ゲートウェイ駅は都営浅草線、京急線の泉岳寺駅の近隣地に位置する駅となっており、高輪ゲートウェイシティ再開発計画に合わせ、東京都交通局では泉岳寺駅のホーム拡幅工事を進めているほか、この2駅を接続する計画も進行が進んでおります。そんな首都圏の鉄道ネットワークや街づくりに大きな影響を与えた上野東京ラインですが、計画自体は30年以上前から進められていました。しかし東京都の古くからの中心部、かつ新幹線や在来線が数多く走行するという地形上の都合もあり工事は難航。その結果神田付近に最大35パーミルという鉄道ではかなりの急勾配ができてしまったのです。上野東京ラインの前史ではなぜ神田峠とも呼ばれるような急勾配が上野東京ラインにできてしまったのでしょうか。その理由を振り返るにはまずは上野東京ラインの前史から上野東京ラインが作られるようになった理由を見る必要があり、まずはそれに関連して東京上野間の線路を使った東北本線と東海道線の直通の歴史を簡単に振り返ってみましょう。実は2015年3月の上野東京ライン開業以前にも東京駅東海道線ホームと上野駅東北本線ホームがつながっていた時期があり、もちろん両線の間で直通列車の運転もなされていました。この上野駅と東京駅を結ぶ線路の歴史ですが、実は戦前の1928年にまで遡ります。旅客列車については戦後より運転が徐々に始まり、
第二次世界大戦の終結直後に運転されていた連合国軍向けの専用列車ヤンキーリミテッドがその始祖となります。その後はヤンキーリミテッドを引き継いだ急行十和田をはじめ特急日立、特急翼、特急やまびこ、特急ときなど一部北方面行きの優等列車において上野を飛び越えて東京発着の列車が設定されました。また東北本線や高崎線、常磐線からの普通列車の中には東京駅を越えて運転されていたものもあり、両毛線の前橋を始発として高崎線経由で直通してこの線路を経由し東海道線の富士まで運転していた普通列車も存在していました。もちろん先ほども述べたように優等列車の中にも東京上野間の線路を通って運転していたものがあり、中高特急列車だけでなく夜行寝台列車でもそれは見られ、東北方面の夜行列車がお盆や年末年始に限ってこの線路を伝って品川へ乗り入れる形をとっていたほか、伊東日光間の準急湘南日光、名古屋静岡青森間の臨時急行青森などこの線路を活用した列車は他にもあります。しかし国鉄時代の上野東京ラインとも呼ぶべきこの線路は全区間を通じて複線ではあったものの、東京秋葉原間は東側の線路が留置線として利用されており、西側の線路しか使えない事実上の単線区間になっていました。この構造ゆえに多くの列車を運行するには向いておらず、旅客列車としての活用事例はかなり限定的だったのです。そのため東北上信越常磐北陸方面への列車は引き続き上野駅が事実上の拠点として機能することとなり、東北新幹線敷設工事に関連して建設用地捻出に関する問題や東京駅新幹線用ホームのスペース捻出に関連した東京駅在来線ホームの縮小が発生することになると、本数をそこまで多く確保できず優先度が比較的低い東京始発の東北方面行き定期列車の運行は1973年3月いっぱいを最後に中止となりました。そして1975年には既成時の品川始発列車の運行が、1983年には郵便、荷物、回送、団体列車も廃止されました。上野と東京を結んでいた線路もこれをもって廃止され、神田、秋葉原付近で分断されることとなり、その跡地に新幹線の線路を建設することになったのです。なお分断時に引き続き残った線路についてですが、上野側は若干の移設も含めて東北、高崎、常磐線の留置線として、東京側は東海道線の折り返し線に転用されました。秋葉原駅北方にある一部の留置線については、使用頻度は減りましたが夜間留置や愛情時の折り返し線として使用され、上野東京ライン開業後の現在も現役で使用されています。上野東京ライン開業の経緯。一方上野止まりの宇都宮線、高崎線、常磐線からは以前より通勤通学客を中心に多くの乗客が上野で下車した後、山手線や京浜東北線に流れ込むようになっておりました。そのため上野駅の山手線、京浜東北線ホームやピーク時間帯の上野、御徒町間における山手線や京浜東北線の電車は地獄の混雑を見せるようになってしまったのです。山手線の10号車と7号車や京浜東北線の6号車に一時期ドア数の多い6扉車が連結されていたのも主にこの区間における混雑対策の意味合いが強いものでした。これに関連して新幹線建設前の1970年代よりこの間の線路を複線で整備する東北縦貫線計画が出されるようになり、後に国鉄が爆発して JR 東日本に事業主体が変わった1993年頃より本格的な検討を開始しました。当時はまず留置線が残存している上野から秋葉原までの工事を行い、常磐線の快速電車を秋葉原に延長。その後東北新幹線の2階部分に複線を建設して宇都宮線、高崎線、常磐線のいずれかを東京駅に乗り入れさせる計画でした。これは当時常磐線のバイパスとして計画中だった常磐新線、後の首都圏新都市鉄道常磐新線ことつくばエクスプレスへの対抗という意味も込められています。
しかしこの計画には神田駅周辺の住民から強い反対運動が起こり、実行に移れなくなり一旦は破綻してしまいます。その後東北縦貫線は2000年の運輸政策審議会答申第18号において2015年までに開業することが適当である路線に指定。2002年に東京秋葉原間まで東北新幹線の高架左右に設置された高架橋支柱設置スペースを利用するような形で東京上野間の列車線を直結させることを発表します。実はこの区間の新幹線の高架橋についてですが、上部に新しい高架線を作ることが考慮された設計とされていました。実際にそれを最大限生かす形で用地買収をあまりせずに、新幹線の直上に新しい線路を作ることとしました。当時は2009年までの開業を目指す方針でしたが、この時点でも日照権や騒音の問題から反対意見者が現れて訴訟が発生。代替案として地下化して総武快速線に接続する案も提案されましたが、東京駅総武地下ホームに余裕が一切ないという理由から JR が反対。その後日照権確保のため単線での開業も提案されたものの、結果的には防音壁を設けた二重高架での建設で合意されました。この裁判での結果を踏まえて2008年より着工し、当初計画より4年ほど遅れた2013年度に完成する計画にて東北縦貫線の建設を進めていきました。しかし実際には東日本大震災による影響でここからさらに1年延期された2014年度の開業を目指すことに。2014年6月までに無事に工事を終えた後、同年6月のレール締結式の後7月より試運転列車の運転を始め、答申の提案通り2015年3月に無事開業したのでした。上野東京ラインの神田峠ができた理由は、ここまで本題を知るにあたって知識として必要になる上野東京ライン開業の経緯を知ることができましたが、ここからは本題について見ていきます。ところで上野東京ラインの神田駅付近は狭い土地の中に新幹線の高架の上にさらなる高架を作ったことによって、ここに上がるために最大35ミルという急勾配を抱え、高さで見てもビルの6階から7階部分に相当する地上22メートルの場所を走行するようになってしまいました。当然ですが鉄道ではかなりの急勾配である都合上、走行できる車両については制限がかけられています。ただし鉄道に関する技術上の基準を定める省令に統合される前の普通鉄道構造規則、機関車列車線路以外の全ての列車かつ500トン未満の牽引重量を機関車により牽引する列車が登れる勾配の基準である35ミルを下回っているため、重量の荷物をいくつも連結した貨物列車などでもない限りは走行できるようになっています。また高架橋の設計荷重についても、重たい電気機関車が重連で貨物列車を走行させても問題ないくらい耐荷重に優れた設計となっており、実際開業前の2015年2月21日には田端運転所に所属していた EF6 号1106号機と EF6 号1107号機が重連単機を組んで走行試験を実施しております。機関車の上野東京ライン入線はこれきりでしたが、これが上野東京ラインの安全性を証明しています。このように理論上や規則上は重量のある機関車に牽引された客車列車や貨物列車の運行に支障はないですが、 JR 東日本では万が一を考え1ユニットが故障した場合でも当搬起動が可能であり、かつ勾配上で故障により無動力となった車両を推進して当搬することが可能な車両のみで運行するように内部規定で定めています。そのため客車列車や貨物列車は運行されないほか、伯備線内の25ミル連続急勾配には対応できるものの、短距離でも35ミル急勾配への対応はしていないと思われる。寝台特急サンライズ瀬戸、出雲で使用されている JR 西日本、東海の285系なども乗り入れていません。また東海道線、宇都宮線、高崎線においては上野東京ラインの開業までに車両の置き換えも実施されました。老朽化した113系や115系の置き換えにあたっては
東海道線も含めて上野東京ラインの開業までを見越して勾配基準の車内規定をクリアできる性能とされた上で、栃木県、群馬県北部の寒さに耐えられる仕様とされた E231 系1000番台を大量に製造して置き換えているほか、電動車が5両中2両の構成であったとしても285系同様25ミルまでの勾配には難なくクリアすることができるものの、35ミルといい上野東京ラインの勾配についてはさすがに車内基準を満たすことができなかった211系についても、東海道線向けについては2011年11月から2012年5月にかけて、高崎線、宇都宮線向けについては2012年9月から2014年3月にかけて、順次新型車両の E233 系3000番台を導入の上で置き換えられ、一部は長野地区や高崎地区ローカル線へ転用されていきました。また横須賀線から東海道線へ動く一部が転用され、常時15両編成にて限定運用で走っており、なおかつ北関東向けの対艦設備を持たない E217 系についても、上野東京ラインの開業までに東海道線の運用を離れており、横須賀線、総武快速線へ順次里帰りをしております。なぜ神田峠と言われる？ところでそんな上野東京ラインの神田駅、秋葉原駅周辺にある二重高架区間についてですが、一部の鉄道ファンを中心に神田峠と呼ばれています。この神田峠と呼ばれる理由についてですが、先ほど述べたように最大35ミルという首都圏屈指の勾配区間であることにつきます。かつて EF63 型電気機関車を補機として10連で動かしていた信越本線横川軽井沢間のおよそ 11km にそびえ立っていた最大 66.7 ミルという鉄道ではかなりの急勾配を抱え、道路の方ではイニシャル D でインパクトブルーが登場するだけでなく、コーナーが多いことからドライブ、ツーリングスポットや走り屋たちの腕磨きの場所などとして愛され、さらに走り屋出身のレーシングドライバーであるドリキン土屋圭一氏が若い頃走り込んでいたことなどで知られる、横カルとも通称された薄い峠ほどではございませんが、これは同様にかつては補機も使われていた奥羽本線の庭坂、大沢、米沢間にそびえ立っていたおよそ 22km の間に最大33ミルの連続急勾配を抱える板谷峠や、現在もなお一部の重量級貨物列車に補機がついて運行される山陽本線の瀬野、八本松間の約 10km 区間にそびえ立ち、旅客列車でも最新の227系が降雨と落ち葉が原因で2023年に立ち往生してしまった難所である最大 22.6 ミルの瀬野八をも上回る数値となっています。また戦術した285系は勾配の多い白尾線を走行しているはずなのに、なぜ上野東京ラインに乗り入れられないのかと不思議に思う方もいらっしゃるかもしれません。しかし白尾線でも最も急勾配になる箇所に該当する備中工事路、庄山間にそびえ立つ丹田川の勾配は先ほども説明しましたが最大25ミル。勾配区間は長くても勾配の数値は神田峠よりも低く、これが285系の上野東京ライン入線を遮る原因となっています。朝ラッシュ最混雑時間帯に東京駅で折り返して東京総合車両センター田町派出所に入庫する上りの寝台特急サンライズ瀬戸出雲号ですが、もし神田峠を越えられたら留置場所を置く車両センターや大宮総合車両センター東大宮センターに変更することが可能で、過密な東京駅で折り返ししなくても良くなることでダイヤ編成の自由度が上がる可能性を秘めてます。せっかく連続急勾配に対応できるのに何かもどかしく、次期新型車両がもし導入されることになった場合、神田峠にも対応させる可能性が高いと考えることができ、上野東京ラインの当該区間は勾配と高さどちらの基準を見ても神田峠と呼ばれるにふさわしい区間であると言えるでしょう。なお2024年10月13日の深夜には設備メンテナンス社員と行く上野東京ラインナイト線のウォークと題して、この区間を実際に歩いてみるイベントを実施するなど JR 東日本側も新たな鉄道の名所として PR する動きがあります。
都心区間の峠は他にも。ここからは余談となりますが、山岳地帯ではなく都心の開発によって凄まじい勾配区間が生じた区間は、上野東京ラインの神田峠の他にも実は存在します。それは梅田貨物線と通称される、吹田貨物ターミナル、新大阪、西九条間にある東海道線、JR 京都線、大阪環状線の支線となる路線。旧梅田貨物駅を中心とした梅北地区の再開発によって、2023年3月のダイヤ改正でこの区間にも大阪駅のホームが設けられ、この時新設された大阪駅の地下21番乗り場から24番乗り場には、このダイヤ改正より大阪東線の電車が新大阪から延伸したほか、それまで通過していた関空方面へ向かう関空特急はるかや、紀勢方面へ向かう特急黒潮が大阪駅に停車を開始しました。しかし梅田貨物線は再開発とホームの設置により、この開業に先立つ2023年2月の線路切り替えにより、大阪駅地下ホーム周辺の線路が地下化されました。そのことからこの地下区間周辺については、最大 23.5 パーミルの急勾配区間が設けられてしまったのです。この急勾配は神田峠ほどの急勾配ではないものの、長大編成の貨物列車には厳しい区間であることから、重たい荷物を牽引してここを経由する一部の貨物列車は、鯵川口、吹田貨物ターミナル間において、瀬野八同様補機を後ろに連結して運行するようになっただけでなく、梅田貨物線を経由して最終目的地に向かうことになる南海電車向けの公私輸送をはじめとした一部の臨時貨物列車にて、先頭に機関車を2両つなげる10連運転をする列車もできました。このことからこちらも一部鉄道ファンの間において梅田峠という俗称がつくようになっています。なお梅田峠については今後当チャンネルでも紹介する予定がございます。こちらについても気になる方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録をしてお待ちいただけますと幸いでございます。また上野東京ラインの秋葉原駅が設置されなかった理由については、すでにこちらの動画にてより詳しく紹介をしています。成田エクスプレスの増発ができない理由や、総武快速線の本数が少ない理由とリンクする形で、東京駅総武地下ホームの線路容量不足問題も取り上げており、そちらについてはこれら2つの動画をご視聴いただくと、より理解が深まるのではないかと考えております。これらの動画は概要欄からアクセスすることができますので、合わせてご視聴いただくとより理解が深まるのではと思います。いかがだったでしょうか？今回の動画では上野東京ラインに神田峠という急勾配ができた理由について、これから述べる事柄のように振り返りました。上野東京間は国鉄時代にも複線の線路が直結されていたことがあり、優等列車を中心に一部の東北、高崎、常磐線の列車が東京駅に乗り入れていたが、2本ある線路のうちの1本は引き上げ線や留置線として使われることが多かったため事実上の単線区間であり、限定的な運用しかできなかったこと。そのため東北新幹線の建設計画が具体化すると、優先度の低かった東京駅からの東北方面の線路は撤去され、神田、秋葉原間の線路は分断されてしまったこと。一方上野、東京間を再び直結する構想は国鉄時代より存在し、国鉄爆発後の1993年に上野駅の混雑解消を目的に具体化したこと。当時は秋葉原駅を設置して常磐線だけを先行開業させて通す計画だったが、住民の反対運動もありこれは頓挫したこと。その後運輸政策審議会より開業を促されたこともあり、 JR 東日本は2002年に現在と同様、秋葉原を通過して新幹線高架上部に二重高架で結ぶという計画にてこの線路を復活させることを発表したこと。しかしこの時も日照権や騒音の問題で沿線住民から反対の声が上がってしまったこと。この対策として防音壁の設置や高い場所への建設による用地買収の回避などの工夫を重ね、現在の形で2015年3月に開業することができたこと。ただし二重高架になった場所の勾配は最大で35パーミルという勾配になってしまい、鉄道規則上は問題ないものの、
JR 東日本ではモーターが故障した時や車両走行が不可能になった時の安全性を考慮し、客車列車や貨物列車の走行を認めない方針としたこと。この関係で285系や211系など一部の電車も走行できない車両となってしまい、後者については E233 系3000番台に置き換えられて一部が地方線区へ転出したほか、サンライズ瀬戸、出雲の存在がダイヤ上のネックになってしまっていること。上野東京ラインの神田付近の急勾配は板谷峠や瀬の八など、古くから補給が必要なほど山岳地帯の勾配区間として知られた区間を上回る険しさであり、故に神田峠と名付けられるようになってしまったこと。この動画が参考になったと思った方は、ぜひ評価ボタン、コメントをお願いします。またコツアズ鉄道チャンネルでは、鉄道など交通に関する様々な疑問や気になる事柄などを動画にして解説形式でまとめています。チャンネル登録をしていただくと最新の動画がいち早くご覧できますので、ぜひよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。